今日聞いてくれているあなたは今、通勤中でしょうか？それとも家事の合間でしょうか？あるいは、ただ純粋に頭を刺激する新しいインサイトを探しているところかもしれませんね。今回のディープダイブへようこそ。一緒にこの情報探索の旅に出られることを本当に嬉しく思います。はい、今日のトピックの山を見ると、まさに探索しがいのあるテーマばかりです。一見バラバラな点と点はどうつながるのか非常に楽しみですね。そうなんですよ。本日の情報源として、2026年3月8日時点のテッククランチとザ・バージの最新記事群をスタックしてきました。かなり読み応えのある記事が揃っていましたね。今日の私たちのミッションは、巨大 IT 企業の想像を絶する投資戦略から、私たちの日常に密着するガジェットの地殻変動、そして AI が現実世界に落とす泥臭い影、さらには90年代のノスタルジーまで。本当に幅広いですね。はい。一見バラバラなこれらを一つの大きな視点に統合することです。情報型で疲れさせるようなことはしません。その代わり、明日誰かに話したくなるようなインサイトを確実にお持ち帰りいただきます。さて、これを紐解いていきましょう。よろしくお願いします。一見関係のないニュースの中に、現代のテクノロジー業界がどこへ向かおうとしているのか、その明確なベクトルが見えてくるはずです。まずは、テクノロジー経済の、両極端とも言える現象から始めたいと思います。両極端ですか？企業の CEO が高額な報酬をもらっているというニュース自体は、珍しくありませんよね。はい、よくある話題ではあります。でも、Google の CEO、サンダー・ピチャイの最新の報酬パッケージの額は、ちょっと想像を超えています。なんと、6億9200万ドルです。6億9200万ドル。額面だけを見ると本当に途方もない数字です。これ、いくらなんでも異常な数字に聞こえませんか？確かにそう感じますよね。ただ、これをより大きな視点と結びつけてみると、全く別のメッセージが浮かび上がってきます。別のメッセージですか？はい。この約7億ドルという報酬は、単なる現金ボーナスではなくて、大部分が業績連動型の新規株式インセンティブなんです。なるほど、業績志外ということですね。そうです。そして重要なのは、その評価基準が自動運転技術の Waymo やドローン配送の Wing といったプロジェクトに強く結びついているという点なんです。つまり、検索エンジンとかクラウドのようなデジタルの世界での成功ではなくて、車やドローンといった物理的な移動や物流での成功を CEO に強烈に求めているということなんです。なるほど。Google は自らを再定義しようとしているんですね。おっしゃる通りです。情報の世界の覇者から未来のモビリティと現実世界のインフラの覇者への転換です。この6億9200万ドルは株主からピチャイに向けられた物理世界を制覇せよという強烈なプレッシャーの可視化だと言えます。現実世界への強烈な投資ですね。一方で、私たちが手にするデバイスの方でも極端な戦略が見られます。ブルームバーグのマーク・ガーマン記者の報道によるとですね。はい、アップルの動向ですね。アップルは先週、比較的低価格な MacBook Neo を発売したばかりなのに、すでに次の一手として、最高峰のアルトララインナップに位置する3つの新製品を準備中だというんです。これもまた象徴的な動きです。Apple Watch などで見られたように、必ずしもウルトラという名称が使われるとは限りませんが、戦略としては、明確なプレミアム化ということですね。そうです。低価格帯でエコシステムへの入り口を維持しつつ、超富裕層やプロフェッショナル向けには価格の上限を取り払ったハイエイド製品を展開するわけです。ここからが本当に面白いところなんですが、はい。テクノロジーの世界は、そんな数億ドルの報酬や超高級ガジェットだけで回っているわけではありません。全く逆のベクトルで凄まじい挑戦が進行中なんです。と言いますと？それが40ドルのスマホです。40ドルのスマホ。つまり、まだインターネットにアクセスできていない層をターゲットにした戦略ですね。はい。通信事業者やデバイスメーカーの連合が最大2000万人の人々を新たにオンラインにするという壮大な計画の下で、この超低価格スマホを推進しています。テクノロジーの恩恵をすべての人にという素晴らしい理念です。そうなんですが、記事によると彼らは今、部品コストの上昇という非常にシビアな壁にぶつかっているんです。ここに現代のテック業界の強烈なジレンマがありますね。ジレンマですか？一握りの富裕層に向けたプレミアム製品は天井知らずで売れる一方で、
2000万人のための基礎的なインフラとなる$40の端末は、わずかな部品代の高騰で計画が頓挫しかけるんです。なるほど。両極端ですね。つまり、テクノロジー業界は今、中間層向けの製品への注力を減らして、超富裕層と次なる何十億人のための最底辺インフラという二極化に完全にシフトしていると言えます。まさにバーベル経済ですね。そして、このインフラとしてのテクノロジーや現実世界の物理的なコストというテーマは、私たちが今最も注目している AI の話題にもダイレクトにつながっていきます。AI の物理的な足跡ですね。AI と聞くと、あなたもそうかもしれませんが、質問すれば瞬時に答えが返ってくる、クリーンで形のない魔法のクラウドを思い浮かべる方が多いと思います。多くの人がそうイメージしていますよね。でも、実際には途方もない計算能力を持つ巨大なデータセンターが必要です。そして驚くべきことに、その AI データセンターを建設する開発者たちが今、マンキャンプと呼ばれる労働者向けキャンプに依存し始めているんです。マンキャンプというと、かつてのゴールドラッシュや遠隔地の油田開発ブームの際に、荒野にプレハブやトレーラーハウスを並べて労働者を寝泊まりさせたあのインフラのことですよね。まさにそれです。最先端の AI を動かすために、泥臭い労働キャンプが大地に作られているんです。しかもここで非常に興味深いのは、何でしょうか。この AI 向けマンキャンプの建設に、なんと ICUS、つまり米国移民関税執行局の収容施設を運営してきた企業が参入して、大きなビジネスチャンスを生み出しているという事実なんです。なるほど。それは非常にロジカルな転換ですね。ロジカルですか？はい。偏僻な場所に大人数を効率よく、しかも低コストで居住させるインフラを構築するノウハウ、それは移民収容施設を運営してきた業者が最も得意とする領域ですから。確かにそうですね。私たちがスマホで AI と軽快に会話している裏側には、土と鉄と何千人もの人間の労働力という驚くほど古典的で物理的なインフラが存在しているわけです。クラウドは雲の上のではなくて泥臭い大地の上にあるということですね。その通りです。そして AI が物理世界に干渉し始めると、当然ながら倫理や国家のルールとの摩擦が起きます。先日、プロヒューマンデクラレーション、つまり親人類宣言という AI 開発における倫理的ロードマップが最終決定されました。大きなニュースになりましたね。しかしこの記事の面白いところは、その発表のタイミングです。先週起きた国防総省と AI 企業アンスロピックの対立の直前だったんです。これは大変示唆に富むタイミングですね。この出来事はある重要な問題を提起しています。ただここで一つ聞いてくれているあなたに明確にしておきたいのですが、はい。私たちが今お話ししているこの記事が突きつけているのは、右か左かとか、あるいは国防か平和かといった特定のイデオロギーを支持するという話では全くありません。そこは重要ですね。純粋にテクノロジーが直面している現実的なフェーズの話としてお伝えしています。おっしゃる通りです。開発者たちが掲げる人類のための理想的な倫理ガイドラインと、国家が直面する防衛や地政学的な現実が、もはや会議室の議論を超えて物理的に衝突し始めているという事実なんです。物理的な衝突ですか？はい。AI が国家インフラの中枢に組み込まれようとしている今、この摩擦は避けて通れません。理想と現実の衝突ですね。そして現実世界へのインフラ投資といえば、テッククランチモビリティの記事にあった未来の交通機関をめぐるリビアンの R2 への戦略的崖、この記事の話を見逃すわけにはいきません。R2 ギャンビットですね。これ先ほどの Google の Waymo への投資とも重なりますよね。完全にリンクしています。リビアンは今非常にクリティカルな局面を迎えているんです。と言いますと、初期モデルの R1 シリーズで、彼らは新しいもの好きのアーリーアダプターの心を掴んで、ブランドを確立することには成功しました。街でもよく見かけるようになりましたしね。しかし、EV 市場全体が踊り場を迎えて、いわゆる EV の冬が囁かれる中で、次の R2 は彼らにとって絶対に失敗できないモデルになります。価格帯を大幅に下げて、メインストリーム、つまり大衆市場を取りに行くという戦略ですね。テスラでいうところのモデル Y の瞬間にしようとしていると。まさにそれです。しかし、マス市場向けの車を作るのは、高級車を少量作るのとは根本的に異なる難しさがあります。記事の中でギャンビット、つまり戦略的崖と呼ばれているのはなぜなんでしょうか？それはですね、リビアンがジョージア州に建設予定だった巨大な新工場を一旦保留にして、既存のイリノイ州の工場を拡張して R2 の生産を前倒しするという極めて大胆な資本効率化の決断を下したからです。なるほど。
新工場を待つ余裕はないと。そういうことです。今あるリソースを極限まで絞ってでも、一刻も早く低価格帯の R2 を市場に投入して、未来のモビリティハブとしての覇権をテスラや既存メーカーから奪いに行く。まさに生き残りをかけた現実世界での物理的な戦いですね。はい。ソフトウェアのアップデートだけで解決できるデジタルの世界とは違って、工場、サプライチェーン、そして数万台の車という巨大な物理的質量を動かさなければならないんです。それがハードウェアビジネスの真の面白さでもあり、面白さでもあるわけですね。その通りです。ハードウェアの面白さとコストダウンの戦い、これって巨大な自動車産業だけじゃなくて、私たちの身近なリビングルームでも全く同じような下工事が起きているんですよね。スイッチ2のサードパーティー製コントローラーの話ですね。その通りです。ゼッパージの記事で紹介されていた EGSMX S100 というワイヤレスゲームパッドが本当に興味深くて、どんなコントローラーなんですか？価格はたったの$60で、セールなら$50を切ることもあるんです。それなのに$90もする公式のスイッチ2プロコントローラーをある意味で凌駕しているんですよ。前半でアップルのウルトラ路線のような天井知らずのプレミアム化の話をしましたが、ここには全く逆の賢いハードウェアの選択肢が存在しているわけですね。具体的にはどのあたりが優れているんでしょうか？最大のポイントは TMR ジョイスティックを採用している点です。従来のコントローラーって長く使っていると勝手にキャラクターが動いてしまうドリフト現象に悩まされますよね。ありますね。あれは本当にストレスです。あれは内部の部品が物理的に摩耗するからなんですが、 TMR ジョイスティックは磁気センサーを使っているので物理的接触がなくて圧倒的に長持ちするんです。なるほど。それは素晴らしい。さらにサードパーティー製では消化れがちなアミーボのサポートまで搭載しています。消費者にとっては非常にありがたい話です。巨大資本が何千億円という投資を行って超高価格帯の製品を押し出そうとする一方で、こうしたサードパーティーのメーカーが技術の成熟を利用してより安くより耐久性のある製品を作り出している。市場の自助作用というか技術の恩恵がしっかりユーザーに還元されている恒例ですね。本当にそう思います。そして私たちがこうして洗練された技術や無駄のないハードウェアを追い求める一方で、人間のカルチャーやアートは全く別の進化を遂げているのが面白いんです。The Verge のカルチャー記事ですね。思わず立ち止まってしまうような音楽のレビューがありました。メイプ・フラディの2024年のアルバムセンティール家のサーベスですね。特にオープニング曲のクラビツについての描写が印象的でした。彼女はチェロ奏者なんですが、チェロをまるでウッドベースのように弾くんです。ウッドベースのように。その結果生まれる弦のブーンという響き、バズィングが脳裏に焼き付いて離れないと。興味深いですね。完璧にチューニングされたデジタル音楽や AI が瞬時に生成する無難で美しいメロディーとは対極にある人間の生々しい物理的な摩擦音ですよね。デジタル技術が極まって AI があらゆるノイズを除去して完璧なものを量産できるようになればなるほど、人はそういったアクースティックな弦の振動や意図的なノイズ、つまり物理世界の不完全さに強く惹かれるようになるのかもしれません。不完全さに惹かれるといえば、今日のディープダイブの最後を飾るのにこれ以上ふさわしい話題はありません。1998年に大ヒットしたあのおもちゃ、ファービーの歴史についてです。ファービーですか。懐かしいですね。記事の中でファービーのことをちょっと可愛くてちょっと鬱陶しいと表現しているんですが、 sort of adorable and sort of annoying ですね。言えて妙ですよね。ファービーという製品の歴史は、現在の私たちがテクノロジー、特に AI とどう向き合っているかを鏡のように映し出しています。と言いますと？というのも、実はファービーは技術的には驚くほど単純で、事実上何もできなかったんです。今の AI のような高度な言語モデルも複雑なセンサーもありません。でも当時の私たちはこの子は生きているって本気で思っていましたよね。そこがポイントです。ただこちらを見つめ、タイミングよく無意味な言葉を発するだけで、人間側が勝手に不気味なほど世界を認識していると錯覚してしまったんです。Uncannily aware of the world around it ですね。これは心理学でいうイライザ効果にも似ていますが、ファービーは人間が機械に対してどのように知性や魂を投影するかという心理的なバグを見事にハックしたんです。なるほど。それって今の私たちが最新の AI チャットボットと会話してまるで本当に心があるみたいだと感じている現象のまさに原点ですよね。そうなんです。1998年のファービーが
2026年の私たちの姿を予言していたなんて。本当に興味深いつながりです。つまりこれは全体として何を意味しているのでしょうか。はい。今日私たちは途方名のないスケールの情報ソースを一緒に駆け抜けました。Google の未来のモビリティに対する6億9200万ドルのプレッシャー、Apple の超高級路線、そしてそれに仰ぐ40ドルスマホの挑戦。AI という魔法を支える泥臭いマンキャンプや倫理と国家防衛の衝突、リビアンが生き残りをかける巨大な工場の賭け。ハードウェアの現実ですね。一方で私たちは60ドルの優秀なコントローラーを手に入れ、チェロの不完全な響きに心を揺さぶられ、ファービーの何もしないのに賢く見えるトリックに、現在の AI との関係性を見出しました。今日のソース資料をすべてつなぎ合わせた上で、最後に聞いてくれているあなたに一つ、深く考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。お願いします。私たちはどうしても AI を洗練された形のない魔法のクラウドだと考えがちです。しかし今日見てきたように、その裏側には、油田開発のような泥臭いマンキャンプが存在しています。はい。そしてファービーが私たちに知性を錯覚させたように AI のインターフェースもますます巧みに私たちの心理に入り込んできます。激しい開発競争や倫理的な葛藤の果てに AI が未来の私たちの社会に残す物理的文化的な足跡はクリーンなデジタル空間などではないのかもしれません。なるほど。むしろそれはかつての産業革命のように大地を削る泥臭いものであり、同時にファービーが暗闇でこちらを見つめてきたようなもっと物理的で不気味で生々しい存在として私たちの生活に根を下ろしていくのではないでしょうか。 AI が雲の上から降りてきて物理的な質量と不気味さを持って私たちの隣に座った時、あなたはどうやってその存在と向き合いますか？わあ、その視点、背筋がゾクッとすると同時にテクノロジーの本質をついていてワクワクしますね。決して無機質のデジタルではない、泥臭くて生々しい未来です。今日聞いてくれたあなたはどう感じたでしょうか。この情報探索の旅に最後まで付き合っていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。知れば知るほど世界は複雑で、だからこそ最高に面白いですよね。明日誰かに話したくなるインサイトが一つでも見つかっていれば嬉しいです。これからも常に好奇心を持ち続けてくださいね。それでは次のディープダイブでまたお会いしましょう。